お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、第二次世界大戦の序盤で欧州大陸を席巻し、世界に覇を唱えたナチスドイツ国防軍の戦車部隊の戦術が、大戦中にどのような推移をたどって進化していったのかについて解説をしたい。ナチスドイツの戦車は根強い人気があるね。その文献資料も多いが、逆に、日本軍の戦車に関しては資料も少ない印象がある。第一次世界大戦の欧州戦線に参戦しなかった経緯も影響しているのか、日本陸軍は戦車の開発に関して列強からは周回遅れだった感が否めないから、現在でも資料が少ないのは仕方ないかもしれないね。対して、ナチス政権のドイツ国防軍に関しては、総統であるヒトラーがことのほか戦車を重視していた関係もあり、個性的な戦車が数多く誕生し、その戦術も練り込まれていったように思う。ヒトラーってそんなに戦車を重視したの？大戦勃発前に、戦車将軍と後年称されるグデイリアンがヒトラー総統に機械化部隊の演習を見せたことがきっかけで、ヒトラー総統は戦車の重要性に開眼したという指摘がある。この傾向は大戦終盤でも変わることがなく、軍需大臣であるシュペアが、連合軍の空襲から都市や工場を防衛するために、戦車生産用の資材や労働力を転用して戦闘機を増産すべき旨を繰り返し進言しても、ヒトラー総統は戦車の生産に強くこだわったというエピソードも残されている。大戦初期だとその方針は正しかったかもしれないが、連合軍の空襲が激しくなる終盤だと果たしてどうだったのか。それでは、ドイツ国防軍の戦車部隊の戦術の変遷について話をしていくよ。ちなみに、冬季工情報5チャンネル、この度メンバーシップを始めましたので、動画の最後に詳細を載せております。さて、第一次世界大戦でイギリス陸軍が初めて実戦に投入し、戦艦機の試行錯誤を経て第二次世界大戦で大規模投入された戦車に関し、その運用の仕方には各国で特色があった。まず、戦車の集団的運用の前提となる、戦車小隊の話をしよう。戦車小隊は戦車が集団として行動する場合の最小単位であり、日本陸軍では1個戦車小隊につき戦車3両、ドイツ国防軍では1個戦車小隊につき原則として戦車5両、あるいは4両編成や3両編成のケースもあった。なぜばらつきが？一因として考えられるのは、ドイツ国防軍の作戦当局やヒトラー総統が構想する機構戦に要求される戦車の生産台数が、実際に生産される台数と齟齬をきたし、軍需当局や軍需企業が悲鳴を上げてしまい、机上の作戦計画で想定される車両数と実際に生産や稼働できる車両数が整合しなかった側面もあるのではないか。中央の指示と現場の実態が整合しないのはありがちな話だね。特に大戦終盤になると、ヒトラー総統の軍事作戦に関する指示は妄想傾向を強め、前線を視察させて実態を把握させようとする部下の進言を退けるようになっていたから、飛行士団をはじめ現場は大変だったろうなと思う。戦車小隊の小隊長は遺憾級の将校であり、他の戦車の社長は戦車兵として叩き上げた経験豊富な下士官が務める例もあったそうだ。小隊長が敵の戦車に撃たれたらどうなるの？小隊軍曹という、戦車小隊の中でも上級の下士官の社長が指揮権を継承することになっていた。そして、小隊を複数体束ねた戦車中隊、さらには複数の戦車中隊で構成される戦車大隊の運用レベルになると、ドイツ国防軍、日本陸軍、アメリカ陸軍などで特色がより多く出てくる。ドイツ国防軍、中城陸軍首脳部は、第二次世界大戦の勃発前の想定として、戦車大隊を4個中隊で構成し、そのうち3中隊については3号戦車を、1中隊については4号戦車を当てることとしていた。3号戦車と4号戦車ってどう違うんだっけ？対比して述べると、3号戦車はドイツ国防軍が新機軸をふんだんに盛り込んで開発した機体の新鋭戦車。対して、4号戦車はつなぎの役割だったが予想以上に優秀だった質実合剣の戦車、という感じだ。3号戦車は、生産練習や訓練用の志が強かった1号戦車や2号戦車とは全く別異の戦車であり、ドイツ国防軍が来たるべき機構戦に向けて野心的な設計をした戦車だった。機関室を車体の後部に配置して後方でエンジンを駆動させる構造を採用するなど、その新機軸には枚挙にいとまがない。
エンジンを後方にするのが野心的な設計なの。エンジンを後方に配置すると、前方にある駆動輪を駆動させるために、伝達軸を車内に貫通させる必要があり、車内の設計に与える影響が大きかったんだ。しかし、新規軸の設計が多すぎた影響か、量産性が良好とは言えず、ドイツ国防軍の想定した3号戦車の大量配備は第二次世界大戦の序盤では叶わなかったというほろ苦い思い出を残す戦車でもある。そして、4号戦車は、某アニメ作品の影響もあり現代でも人気の戦車だが、3号戦車の新鋭ぶりと比較して保守的かつ現実的な設計箇所が多く、もともとは3号戦車の脇役的な位置づけだったところ、その生産性の良さ、手法の乾燥の容易性などが威力を発揮し、戦時中は当初の想定を覆してドイツ国防軍に貢献し続けることになった戦車だ。なんで戦車大隊に3号戦車と4号戦車を組み合わせたの？双方の搭載する戦車砲の特性が考慮されていた。すなわち、3号戦車に搭載された戦車砲は変遷をたどっていくんだが、その初期に搭載されていた 3.7 センチ戦車砲は口径が小さいゆえに利点があった。口径が小さいと威力が弱いのでは？榴弾頭の効力に不安があったのは確かなんだが、口径が小さいために装填手による装填が迅速に遂行でき、発射速度が速いという利点があった。他方、4号戦車の初期型に搭載されていた 7.5 センチ戦車砲は口径が3号戦車搭載の方よりも大きく、その破壊力は比較的大きかった。したがって、この3号戦車と4号戦車を組み合わせることで相互の利点を活用しようという思惑があったと思われる。どういう風に3号戦車と4号戦車を組み合わせて戦闘したの？敵軍に前進して歩兵部隊を支援しつつ陣地を制圧し、敵軍の装甲車等と直接ぶつかる役割は、4つの中隊で構成される戦車大隊のうち、3中隊ある3号戦車の中隊に担わせた。そして残りの中隊である4号戦車を中心とする戦車中隊は、3号戦車の前進を支援するため敵軍に砲撃を浴びせ、3号戦車の脅威となる対戦車砲などをあらかじめ一掃するという役割を担わせる想定だった。その役割分担で第二次世界大戦に突入したの？いや、ドイツ国防軍としては、3号戦車や4号戦車を大量配備しての戦車戦を考えていたんだが、実際上それら新型戦車の生産は間に合わず、結果として、より初期型の豆戦車である1号戦車や2号戦車を大量に配備しての対戦突入となった。ドイツ国防軍の首脳陣としては忸怩たる思いだろうな。ヒトラー総統の開戦に至る決断が早すぎたんだろうね。陸軍の戦車、海軍の艦艇、空軍の航空機などが十分な量で生産される前にポーランドに侵攻したのが痛かったのかもしれない。1号戦車や2号戦車で編成された戦車部隊は敵軍の戦車と互角に交戦できたの？ 1号戦車や2号戦車は特に装甲が薄い関係もあり、敵軍の歩兵部隊との戦闘では威力を発揮するものの、重戦車等を要するフランス軍との戦闘では心もとない側面もあった。そこで、ドイツ国防軍はある対策を講じることになる。ある対策って何？外国製戦車の投入だ。厳密に外国製と言えるかは議論があるが、具体的に言うと、35T 戦車だ。それどんな戦車？ 35T 戦車は、ヒトラー総統の外交攻勢によりチェコが併合された際に、軍需産業が発達していたチェコスロバキア製の戦車をドイツ国防軍が接収し、自軍の戦車として正式化した戦車だ。対戦初期の技術レベルでは性能の良い戦車であり、エルサイユ条約によって戦車開発に足かせのあったドイツ国防軍にとって、渡りに船の頼れる存在と言える戦車だった。したがって、この 35T 戦車をもって、量産が間に合わない3号戦車の代わりに、敵陣地制圧の戦闘に立たせるという運用を採用したということだ。やがて、4号戦車の生産が進捗し、かつ、戦車砲が超方針のものに換装されて破壊力が向上したので、各中隊に4号戦車の配備が充実すると、特定の中隊にのみ4号戦車が集中することを前提としたそれまでの戦術は鳴りを潜め、代わりに、戦車大隊に属する全ての中隊が4号戦車等の破壊力を持って、相互に補完しつつ敵を制圧することが可能となった。
ドイツ戦車はどんな陣形で敵に突っ込んだの？ドイツ国防軍の戦車部隊はくさび型体系でその名を残している。くさび型体系って何？まず概略を説明すると、複数の戦車が隊形を組んで前進する場合、一列重隊、一列応隊、くさび型隊形などがあった。これらの隊形は、視界の状況、地形、火力の集中面等を考慮して選択され、常に同じ隊形が維持されるわけではなく、戦場で柔軟に変形させつつ運用された。ドイツ国防軍においては、パンツァーカイルと称される、強大な火力を有する重装甲の戦車を中心とした隊形が有名だ。どういう隊形なの？パンツァーカイルは、ドイツ国防軍の誇る重戦車、ティーガー1戦車が配備された重戦車中隊をくさびの中心とし、そこを中心としてくさび型を構成する隊形だ。独ソ戦でドイツ国防軍が大一番の勝負と力を入れた北デレ作戦では、ティーガー戦車の他に、パンター戦車、3号戦車や4号戦車も投入されての大規模な陣形だった。ティーガー以外の戦車は何をするの？ティーガー1戦車はその重装甲と強大な火力を持って敵の戦車部隊や対戦車部隊を破り、他の戦車はティーガー1戦車を支援しつつ、その後方から戦火を拡大していくという構造だ。くさび型体系の戦果はどうだったの？これはね、北デレ作戦がソ連軍に打撃を与えながらも、結果としてドイツ国防軍の目論見通りにはいかず、その後に独ソ戦でドイツ国防軍が押されまくった歴史の経緯を踏まえると、功罪相半ばするという評価になると思う。パンツァーカイルの具体的な戦果等に詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄でご教示ください。さて、以上ドイツ国防軍の戦車戦術の前編の解説をしてきたが、本チャンネルはこの度、メンバーシップを始めました。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用が特典としてあります。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるだけですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。気候情報号を引き続きご愛顧ください。